今回の動画では近日中に開催されることが予想されるイベント、オムニバスストーリー宝石の風を求めてと同時に実装されるオペレーター。イヤホン OK、 行動開始。狙撃オペレーターエイプリルの紹介及び解説を行っていきます。ロドスは設備も整ってるし、待遇もこんなにいいんだね。あ、ごめんねドクター、ちょっとびっくりしただけ。私のコードネームはエイプリルにするね。うん、私の一番好きな曲の名前から取ったんだ。エイプリルはレムビリトン出身のコータス人で、ロドスにオペレーターとして加入する前は主に都市周辺にいる害獣駆除を生としていたハンターでした。しかしオリパシーに感染したことにより失職。その後は何とか食いつないではいたようですが、手元に入る収入は非常に少なく、現状を打破するためとしてロドスの広告を見た後にロドスに応募し、オペレーターとして加入することになりました。レムビリトンは採掘業を中心とした国家のため、他の国家と比べると比較的感染者への福利厚生はいいものとなっているのですが、どのような福利厚生を行うかはその企業ごとに異なっており、エイプリルが所属していた企業の福利厚生はあまりいいものではなかったようです。これに関しては本当にエイプリルが所属していた企業の福利厚生が悪かったのか、何者かが根回しをしてエイプリルが受け取れる保証を少なくしていたのかはわからないとのこと。エイプリル自身はあまり深く追求しようとはしていないようですが、いずれにせよエイプリルが体験した出来事はテラの世界での感染者への待遇を如実に表している一つの例と言えます。そして現在こそ明るい性格で様々な人たちと交流をしているエイプリルではありますが、ロドス加入時点では感染者に対しての差別意識と自己嫌悪を持っていたことが分かっています。健常者が感染者になるということは一瞬にして周囲の環境が変化するということを意味しており、特にオリパシーとの接触が少ない民間人からすれば非常に受け入れがたい変化と言えます。エイプリルもその環境の激変についていくことができず、世間からは健常者ではないため差別をされてしまい、自己嫌悪と無意識の内にあった差別意識から感染者となった自分を直視できないという、社会的にも精神的にも孤立した状態に陥ってしまっていたとのこと。ロドス加入後はカウンセリングとエイプリル自身の性格も手伝ってそのような状況からは脱却できたようですが、このような感染者の孤立は健常者が感染者になるとその人物は感染者側に立つようになるという誤解も影響して頻繁に発生している出来事のようです。なお、そのような考えから脱することができたエイプリルは、今では進んで過去の自分と同じ苦悩に立たされている人たちを、どうすれば助けることができるのかという考えを張り巡らす余裕もできたとのこと。また、自身のコードネームにもなっている好きな音楽を鑑賞することや、オペレーターの中でも随一と言われる部屋のコーディネートもしていることから、ロドスでの生活にも適応してきてはいるようです。宴やオーキッドとはトレンドに敏感な者同士楽しく話している場面もよく見られるとか。いずれにせよ、ロドスでの生活はレムビリトンの時と比べても非常に充実したものとなっているようです。エイプリルのモチーフとなっている生物は、小学校などで飼育されていることが多く、身近な動物でもある白ウサギでしょう。白ウサギはメラニンが欠乏することによって発生するアルビノを固定化させた種類のウサギであり、白色の毛と赤い目をしていることが多い品種です。なお、なぜウサギが小学校でよく飼われるのかというと、泣くことがほとんどないため、近隣や授業の迷惑にならないということ。昼間はあまり活発ではないため、負担になりづらいということ。そして、こちらから危害を加えなければ、基本噛みついたりしないからだそうです。ちなみに、白いことが特徴とされるウサギの品種は、ジャパニーズホワイト、フロリダホワイト、チャイニーズホワイトの3種類がいるそうですが、エイプリルの詳細なモチーフがどれに当てはまるかは分かりませんでした。レムビリトンでは高いビルの屋上で歌を聴くのが大好きだったんだ。あそこからは街全体の景色が見えたんだよ。でも今はロドスのブリッジからもっと素敵な景色が見られる。
病気になるのも悪いことばっかりじゃないね、ドクター。エイプリルはエクシアやプラチナなどと同じ対空狙撃型のオペレーターで、基本的なステータスは一般的な星5対空狙撃の性能に準拠したものとなっています。HP や攻撃力などのステータスは同じ星5対空狙撃であるアズリウスに近いものとなっており、攻撃力はやや高めとなっている一方で HP は低めとなっています。防御力は平均的な数値にはなっていますが、全体的に攻撃によっており、耐久力は低めに設定されているオペレーターと言えるでしょう。ただ、口述するスキルの効果もあって、エイプリルは配置し続ける狙撃オペレーターではないため、耐久力が低めとなっている点はあまり気にする必要はありません。素質はエイプリルの再配置時間を短縮し、さらに配置コストも減少するというもので、この素質が適用されたエイプリルは昇進2であれば、配置コストは12、再配置時間は50秒になります。この素質があるために、エイプリルは高速再配置型の狙撃オペレーターと言われているわけですが、そうは言っても、再配置時間はまだ50秒となっているため、そこまで早いというわけではありません。しかしエイプリルは、ここからさらに再配置時間は早くなります。一つ目は、潜在強化による効果によるもので、エイプリルの潜在強化による効果は、コストマイナス1、再配置時間マイナス4秒、攻撃力プラス23、再配置時間マイナス6秒、コストマイナス1となっており、潜在を5段階目まで強化することで、再配置時間は40秒まで短縮。ここからさらに、シルバーアッシュの素質、カリスマの効果が適用されることで、再配置時間は最短で約35秒まで短縮されることとなります。潜在を貫突させ、さらにエリジウムを配置していれば、配置コストも8まで引き下げることができるため、狙撃オペレーターの中ではトップクラスの柔軟性を持つオペレーターを生み出すことができます。エリジウムはコスト削減の他にも、狙撃オペレーターの攻撃速度を上昇させたり、スキルには効果範囲内の複数体の敵の防御力や移動速度を低下させ、ステルスを無効化する効果を持ち、さらにスキル発動に必要な SP はスキルレベル6以降は35を切り、エイプリルの最短再配置時間よりも早いサイクルでスキルを回すことができるため、非常に相性の良いコンビと言えるでしょう。これらのことから、エイプリルの潜在強化は、可能であれば貫突させてしまうことがおすすめとなり、本格的な運用をするのであれば、できるだけ潜在5段階目までは強化しておくことを推奨します。スキル1、精密射撃は、SP が溜まっている状態での次の攻撃の攻撃力が上昇するというスキルで、いわゆる強撃系に分類されるスキルとなっています。この手のスキルは攻撃力を強化するバフで威力を強化するよりも、チェンやリスカムといった SP ブースト系のオペレーターと組み合わせ、スキルの発動サイクルを早めることで総合的な火力は高くなります。エイプリルのスキル1に関してもその例には漏れておらず、このスキルを運用するのであれば基本的には SP ブースト系と組み合わせることをお勧めします。スキル1と他の狙撃オペレーターの似たようなスキルの火力を比較した表が上記の通りとなっており、エイプリルのスキル1の火力は至って平均的なものとなっていると言えます。ただ、火力に関しては可もなく不可もなくではありますが、比較対象となるメテオの装甲砕きには敵の防御力を下げるデバフが、メイのストップショットには足止め効果があることと素質効果によって攻撃速度が速くなっている一方で、エイプリルのスキル1にはそういったデバフやバフ系の効果は一切付与されていません。平均 DPS で見てもレアリティがしたかつデバフ効果を持つメイとは大きな差がないということからもわかるように、スキル性能としてはかなり控えめな性能になっていると言わざるを得ません。ドローンの攻撃に対してでもメテオの方が火力が高くなっているため、対空面でもわざわざこのスキルをセットして採用するという必要性は薄いでしょう。また、素質の再配置時間の速さも活かしきれてはおらず、平凡な火力に加えてエイプリルの本質とは全くもって合っていない性能のスキルになっているとも言えます。これらのスキル内容から現状ではスキルを特化させる意味合いは非常に薄く、また特化による攻撃力の上昇値も必要とされる素材の割には高くはなっていないので、スキルレベルは特化させずに7のままで据え置くことをお勧めします。スキル2、俊敏偽装は、
エイプリル配置後、エイプリルの攻撃力を一定時間上昇させ、さらにステルス能力を付与するというパッシブスキル。エイプリルを高速再配置系のように運用することが可能となるスキルとなっており、パッシブスキル発動中はステルス効果によってエイプリル実装時点ではステルス能力を無効化してくる敵は存在しないため、敵の攻撃対象にはならず、一方的に攻撃をすることが可能となります。なので敵の攻撃のギミックの一つである配置順による攻撃の優先度を無効化することができ、狙撃オペレーターでありながら短期運用が可能という点がこのスキルの最大の長所と言えます。なお、ステルス効果はエイプリルを目標とする攻撃や原石祭壇、原石表彰は無効化することができますが、エイプリルを目標としない攻撃、例えば爆弾雲やトーレイシャーマンの自爆、砲兵の範囲ダメージなどは無効化することはできません。エイプリルのスキル2と他狙撃オペレーターの火力を比較した表は上記の通りで、スキル火力はジェシカの煙幕とほぼ同じものとなっており、攻撃力という面ではそこまで高いというわけではありません。むしろ、グレースロートなどの他の単体狙撃と比べるとかなり低めの性能になっていると言えます。また、スキルは配置後1回しか発動しないため、長時間配置の DPS となるとさらに低いものとなるでしょう。この点からもわかる通り、エイプリルは狙撃のメイン火力として使用するよりかは、再配置時間が短いことを生かした配置と撤退で、要所ごとの敵を撃破していくことを得意にしていると言えます。そのため、エイプリルを採用する際には、エイプリルの他にももう一人メイン火力となる狙撃を編成しておく必要があるでしょう。このスキルを含めて全体的に見ても、エイプリルは他の狙撃オペレーターにはない癖があり、さらにスキル火力もお世辞にも高いとは言えません。しかし、パッシブスキルの最大の長所は、配置後即座に通常よりも高い火力を叩き出せるという点であり、素質効果によって再配置時間が短くなり、配置コストが減少しているエイプリルには、うってつけのスキルと言えます。むしろ、スキル1のエイプリルとの噛み合わなさから見れば、エイプリルにセットするスキルはもはや、このスキル一択と言えるかもしれません。以上のことや、特化に必要となる素材などを鑑みて、このスキルのスキルレベルは7のままで据え置くか、特化3まで上げ切ってしまうことをお勧めします。エイプリルを本格的に運用するのであれば、特化3まで上げ切ってしまいましょう。エイプリルの基地スキルは、貿易書に関するものと宿舎に関するものの2つとなっており、貿易書に関するものは、受注効率と注文上限を上げるものとなっています。注文上限の増加に重点を置いた基地スキルとなっているため、受注効率 10% ごとに注文上限が1減少してしまう J とは相性がいいのですが、残念ながらこのスキルのほぼ上位互換ともいえる受注効率プラス 15%、注文上限プラス4のスキルを、初心者ログインボーナス7日目で入手できるクリフハートが所持しているため、クリフハートを昇進2にしているのであれば、わざわざエイプリルを採用する機会は現状ではほぼありません。宿舎スキルに関しても特段高い効果を持つというわけではないので、現状では基地スキル目的でエイプリルを昇進させる意味合いはかなり薄いと言えます。それでは実際にエイプリルを使用していきます。今回使用するステージは 5-3 の教習モード。エイプリルのステータスは昇進2のレベル56、スキル2のスキルレベルは特化3となります。なお、今回使用したエイプリルの潜在強化は3となるため、再配置時間は46秒となっています。私の出番？私は一歩も引きません。私は一歩も引きません。このように配置直後からスキルが発動し、ステルス状態となるため、5-3で非常に厄介な敵となっている特戦術師隊長を一方的に倒すことが可能となっています。さあ、走行を下す。私は一歩も引きません。よーし。
私に任せて。ただし、エイプリルが高い火力とステルス効果を発揮できる時間は非常に限られているので、敵の出現タイミングで配置するといった高速再配置系と同じような運用が求められるため、他の狙撃オペレーターよりかは操作が多いオペレーターにはなっています。絶対許しません。ちょっとからかってあげようっと。アップルパイ。どうせ弱いんだ。お前らみんなまとめてかかってこいよ。手加減はしませんよ。動かないで。よし、このまま突き進もう。エイプリルはこれまでの対空狙撃オペレーターとは異なり、火力よりも再配置時間の短縮とスキル2のパッシブ効果によって高い柔軟性にフォーカスを当てたオペレーターとなっています。そのため全体的に特殊オペレーターの一つである高速再配置系に似通った性能にはなっていますが、自身はステルス効果によって敵に狙われないということから、より攻撃に性能を抑えた性能になっていると言えるでしょう。敵の防御力が非常に高いという場合でなければ奇襲を成功させやすく、ほぼ確実に倒したい敵を倒してくれる優秀な暗殺タイプです。しかし暗殺という面では優秀ではありますが、一方でスキル発動時も含めてあまり火力は高くはないため、ボスやエリートエネミーといったジャイアントキリングが非常に苦手としています。また非常に素早い敵もどちらかというと逃してしまう可能性が高いため、エイプリルには出現後一定時間その場に留まり続け、なおかつ術師のような防御力があまり高くはない敵を中心に任せるといいでしょう。例えば動画で紹介したようなコノさんやスノーキャスターが開始直後から常駐する6の11などがエイプリルが非常に得意としているステージと言えます。強力な敵ユニットがステージ開始直後から配置されているステージは今後も定期的に登場するので、それらのステージ用にエイプリルを育成しておくのもいいかもしれません。以上でエイプリルの紹介及び概説を終わります。この動画が良ければ動画制作の励みになるので、チャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。